一番難しいのが私だと思うんですよ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、2026年春夏のトレンドカラーについてお話をしていきたいと思います。トレンドカラーっていろいろあるじゃないですか。もともとね、国際インターカラーというところが流行色を2年前から決めていくっていうところがあるんですけれども、どういうふうに決めるのかっていうところがね、前にももしかしたらご存知の方も多いかもしれませんが、世の中のその情勢もプラスして、あとは、風水みたいなものもプラスしたり、いろいろな傾向っていうものをうまくミックスして取り入れてるというふうに言われています。今年はどんな色が流行るのか、ここら辺にいろいろ置いてありますけれども、合わせて、PC 画面と一緒にご覧いただいていこうと思います。というわけで、最後までこのチャンネルをご覧いただいて面白かった、ためになったと思っていただけたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、まずね、ここにあるものを基本的にトレンドカラーのものを集めているんですけれども、意外とトレンドカラーってね、広いんですよ。なぜ広いかっていうと、今からご紹介する海外の雑誌を元にしているサイト、ベースにしているのがランウェイ、要はミラノだったりとかパリだったりニューヨークなんかのランウェイで見られたブランドさんがどんな色でお洋服を出されているかっていうところで、占っていくというかね、こんなのがあったからこういくんじゃないかみたいなところもあったりするわけなので、大体いろんな色が入ってたりするんですよ。それからね、いきなり去年流行ってて今年流行らないっていうことって意外とないので、大体ね、去年、2025年に流行ったモカブラウンっていうのを少しずつ引っ張りつつとか、オリーブグリーンとか少しずつ引っ張りつつ、ブラウンももちろんそうだし、そういうね、少しずつフェードアウトしていくというようなものもありますので、ある程度色は混在していくっていうふうに思っていただければと思います。はい、というわけでね、まず一番このトレンドカラーの中でも注目している色、こちらが白でございます。はい、前にも確かね、ユニクロの感謝祭の時に来年のトレンドカラーは白来ますよなんて話もさせていただきました。はい、その時にお伝えして、今日もねそれを意識して、白をね着てきたんですけれども、白の使い方でもご覧ください。はい、エルさんのサイトなんですが、ホワイトレイヤードということで全体的に白なんですね。どっかに一色白ではなくって、全身白なんだけれども、ピュアホワイトを幾重にも重ねるホワイトレイヤードが今季の新潮流ということなんですよね。シャツやジャケット、ドレスをミックスし、単調になりがちな白に奥行きを与えているということなんです。透け感だったりとか、異素材だったりとか、例えば私はね、今日ねこの格好にグレイッシュホワイトのコートを合わせて、はい、これはフィレンツェで買ってきたガントレットなんですけれども、はい、こういうような手袋というものだったりとかね、はい、こちらは田中久さんの北野でございますが、このようなカシミヤの、はい、ストールをして、それぞれが微妙に少しずつ違う白の色をうまく奥行きをつけるっていうのが今年のホワイトレイヤードなんです。こちらはね、島村さんの中綿パフィージャケットだったりしますけれども、このように微妙に違う白をうまく合わせる。五十嵐さん、白汚れるのよってお思いでしょう。そこら辺はね、リーズナブルな島村さんのものをうまく使うとか、ユニクロさんのものをうまく使うとか、いろんな使い方があると思いますので、ぜひね、オフホワイトなりホワイト、ピュアホワイトをぜひこのように重ねて、ピュアでクリーンな印象に仕上げていただきたいなというふうに思います。はい、続きましてはブルーなんですけれども、ブルーは2種類あります。ここにね3つ置いてありますけれども、まず1つ目、こちらのねアイスブルーでございます。アイスブルー、確かユニクロさんなんかでも C かな、 C で綺麗なブルーのシャツを出されてましたね。ちょっと短めのね、私はブラウンとブルーが合いますよなんていうようなことを、お伝えしてたと思うんですけど、ブルーがねまだ続くんでございます。はい、アイスブルーというブルーなんですけれども、はい、ちょっともう涼しげな感じのね、しかも清楚な色合いなんですけれども、清潔感と知性を感じさせるアイスブルーということでございます。で、アイスブルーのおすすめの着こなしということで、こういうねシャツワンピースみたいなものをうまくね綺麗にお召しいただいてるっていうのもありですよね。ブラックだったりとかレザーの小物を合わせるとちょっとクールな印象だなんて書いてありましたけれども、それにねプラスしてこちら
らのねディープブルー、はいディープブルーなんですね。こちらディープブルーっていうと、例えばこのね島村さんのフェザーニットみたいなものももちろんディープブルーの中でちょっとねこちらのボンボンエショコラの色とちょっと微妙に違いますけれども、これ両方ともはいディープブルーの一種、特にこちらがディープブルーに近いでしょうかね。こういうねクリーミーで奥行きのある白のホワイトレイヤードとプラスしてクールで爽やかな感じのブルーと、それからこっくりとしたような感じのねこういうブルーだったりとか、こちらのディープなブルーだったりっていうものがまたやってきます。まあ俗に言うねウィンターさんがお似合いになる色っていうものがこのディープブルーだったりするんですけれども、なかなか目にしみるような感じのブルーだったりとかもしますよね。おすすめの着こなしとしてはこういうねポンと一色どこかに全身っていうのもありますけど、どちらかというとデイリーにディープブルーを合わせるんだったらベージュエクリュというようなねニュートラルカラーとうまく合わせる方がより品が出て柔らかくなるよということなんです。続きましてはレッドです。この画面ではフレームレッドっていう風に言ってますけれども、ものによっては結構ねトマトレッドっていうような表現をしているサイトもあったりとします。基本的にはもう本当にこういうねトマトのような、ちょっと黄みのある赤だったりとか、本当にシンクと言われる、綺麗な赤だったりとかね、とにかく燃えるような赤っていうような印象でございます。フレームレッドというんですけれどもね、こちらではねドラマティックに力強く映えるフレームレッドがこの2026年春夏のキーカラーに浮上ということでね、深みのある赤、情熱的で凛とした雰囲気ということでね、フェンディとかエルメスなんかでセットアップでねいろいろと出しているということなんですね。まあとにかく全身赤、靴だけうまくブラウンを取り入れていますが、まあこれ日本でやったら結構赤な人っていう風に言われそうですけれど、はい、ハムの人じゃないんだからっていうね、はい、そんな感じですかね。いや結構な存在感なものですけれども、とにかくね赤を着ると血行がね、良くなるっていうんですよね。これ本当か嘘かって本当なんですよ。目から入ってくる情報っていうのが一番人間を左右するっていうところがあるので、よくね腹巻きとかにも赤を使ったりとか赤い下着を着ると血行が良くなったりあったかくなったりするっていうんですけども、要はね皆さんラジオとか電子レンジとかあれは見えないじゃないですか。電磁波っていうものなんですけれども、でも可視光って言って見える光と書いて可視光っていうんですけど、可視光になった電磁波の一つっていうのがこの色なんですよ。それが赤だとするとやはり、暖かさっていうのが伝わってくるっていう、要は肌に触れたらあったかい、こういう色よりもより暖かさが体に伝わってくるっていうところがあるので、だからこそ赤を着ると健康になるとかっていうようなことも言ったりとか言われたりとかします。はい、そんなわけでね、特にね女性は女性ホルモンを上げるのにピンクがいいとかって話もしますけれども、赤ももちろん血行を良くして温めるというので今の時期にぴったりなのが赤だったりします。はい、というわけで続きましてグレーでございます。はい、こちらにあるのはね GU の、キッズで購入したグレーですけれどね、この星型っていうところがまた可愛らしいじゃないですか。はい、グレーはずっとベーシックカラーですので基本的には年がら年中お召しいただける色ではあるんですけれども、特にね、今回いろんなグレーが出ているよという報告を受けています。今期のランウェイで新たなベーシックカラーとして存在感を放ったのがグレーということで、ニュアンスの異なるグレー、とにかくここ5つの色があってもそれぞれ違うじゃないですか。黄みのあるグレーから赤みのあるグレー、そして赤みのあるグレーと、青みのあるグレーをコーディネートしたものだったりとか、黄みと青みがちょっと混在してるようなグレーだったりとか、もう完璧にブラウンに近いんじゃないかっていうようなグレーだったり、とにかくね、いろんなものがありながらメンズライクなものも表現できるのがグレーだったりとかします。そんなグレーのビッグシルエットのジャケットをかっこよく外国人の方って洋服を着こなすのが本当にお上手ですね。一部の方ですけど。というわけでライトグレーをベースに白やチャコールの同系色を重ねたグレーオングレー、カラーブロックみたいなものも今年結構赤と黄色とピンクとか赤とブルーと、パープルみたいなことも出てたりするんですけれども、割と一色でまとめる、一色のニュアンスでまとめていくっていうのが出ています。そんな中で、ここにブラックがありますよね。
ブラックはオールブラックっていうのでね出てくるんですよ。はい、オールブラックですね。基本的にブラックもグレーと同様ベーシックカラーなのでいつでも別にお召しいただけるものなんですけれども、社会情勢の表れなのか潔いオールブラックっていうのがランウェイを闊歩してたというようなことが言われているわけなんです。というわけでね、私はこちらのボンボエンショコラの今期のハンサムジレですね、このパーツが取れるものなんですけれども、はい、これもこういう風に合わせるとかこういう風に合わせるとかこのように色を合わせるんじゃなくて、先ほどのホワイトレイヤードと同じようにブラックで全部締める、オールブラックでいこうよっていうような流れが来ているということなんです。そしてね、トレンドカラーはパープル、新たなニュートラルカラーとしてクリーミーイエローが登場って書いてあります。トレンドカラーはパープルっていうのはちょっと置いときましょう。まずはクリーミーイエローですね。こういうちょっと透け感のあるものだったりとか、こういうような色だったりとか、ちょっとね鮮やかさがそんなにすごくないタイプのクリーミーな感じのものが流行りそうだということで、私はこれねユニクロ C のセーターを引っ張り出してきました。こういうようなねあったかい感じの柔らかい感じの卵の黄身というか、カナリアをちょっとだけ薄くしたようなって言ったらいいのかな、はい、ような色が出てきています。透け感があるものの方が春夏の印象ではありますね。そこでね、さっきパープルっていうのが出てきたじゃないですか。もちろんパープルもいろんなブランドで使っているんですが、正直私もこのように出してきました。私ねパープルのお洋服は濃いパープル持ってたりとかしますけれども、これねバイオレットという表現もしますけれども、私結構パーティーの時とかね指定された色とかの場合一番難しいのが私パープルだと思うんですよ。日本人の方が一番難しいって思われてるのもパープルだったりします。ですので意外とねパープル流行りって言っても本当に薄い色だったらいいと思いますけれども、なかなかねパープルはまだまだちょっと日本人が着こなすのは難しいのかなっていうふうに、これぐらいのね可愛らしいパステルカラーに近いものだったらいいけれどもちょっと難しいかな、こういう小物程度で済ませておくのがいいんではないかなというような気がいたします。それではね、今私がある程度絞ってお話をしましたけれども、 L のサイトにこのように鮮やかで綺麗な、サイトなんですけれども、2026年春夏トレンドカラーランウェイ初注目の流行色12選とおすすめコーディネートまとめというところからご覧いただこうと思います。この中でね私がピックアップしたものも合わせて、おさらいしていきたいと思います。12色もあるのかいというところなんですけれども、トレンドカラー1ダスティーローズ、淡い感じのね、ダスティーというと少しだけくすんでいる色というところなんですけれどもね、スモーキーピンクに近いところでしょうかね。甘さを抑えたくすみ色のダスティーローズということなんですね。こういう黄身系のダスティーローズもあれば、こういう、青み系のダスティーローズもありますよということでございます。そしてモカブラウンっていうのもね、これはね秋冬からの続きだと思っていただければと思います。やっぱり秋冬から春夏に移行するためにはね、もうちょっと明るい色の方がいいんじゃないかなっていう気がします。モカブラウンのおすすめ着こなし、いきなりこのトップスに素足かっていう感じのちょっとものがありますけれど、サンドベージュというものもあるんですね。サンドベージュもちょっと全体的にねペールトーンのものと合わせるといいねみたいな雰囲気で、コーディネートされてますね。そして先ほども出ましたアイスブルーですよね。ご覧いただきましたね。ちょっと涼しげな、また今年の夏も暑いんでしょうか、もうそばにいるだけで涼しくなるようなそんな感じの格好ですよね。清潔感と知性を感じさせるアイスブルー、このシャツ、ワンピースも素敵でしたね。そしてオリーブグリーンもね、これも秋冬の流れというところで、夏になってくるとこれぐらいの薄手のオリーブグリーンのボトムスでねチノパンツみたいなものが出てくるというところでしょうか。こうやってね、さっきの言った難しいパープルっていうのはこういうねオリーブグリーンとうまく合わせられるのも素敵なんじゃないでしょうかね。素敵な、すごいこの方ね年齢いってらっしゃいますけど、なかなか素敵なおしゃれな方ですね。バッグと靴をうまくいい感じに合わされてる
めちゃくちゃ上級者です。はい、シトラスイエローという表現でこのサイトではまとめていますね。春夏らしいフレッシュさをまとったシトラスイエローということで存在感を放っているということだったんですけれども、こういうふうにねグレーと合わせるイエローっていうね、はい、こういう感じですね。はい、グレーと合わせるイエローっていうと、このイエローの甘さがねだいぶね、これぐらいの結構存在感のあるマダムですけど、私の持ってるメガネにちょっと似てたりとかしません？この方サングラスにね、こういうようにね、メガネの縁、サングラスの縁のイエローと、それからこのスカートのイエローをうまく合わせてたり、ちょっとアクセサリーもねシルバーじゃなくて、ゴールドにしてちょっと黄身を強めるみたいなね、こういうなんかやっぱりね、この方はファッション関係の方なんでしょうね。すごくいいじゃないですか。足元も白にして T シャツも白にしてうまく中和させて、いい感じに合わせているおしゃれ上手な方だと思います。そしてグレーですね。先ほどねお伝えしましたいろんな色味のグレーのお話をさせていただきました。ネイビーというのもありますけれどもね、ネイビーも基本的にもうずっと続けられている日本人にとって馴染みのあるネイビーですので、ここは特にピックアップいたしませんでした。そしてホワイトもこちらでご紹介されています。もうオールホワイトですね。はい、ちょっと靴とバッグが色が違うぐらいの雰囲気で靴まで白っていう、着こなしもありますね。ディープブルーがこちらからもいただきました。そしてこういうねニュアンスカラー、エクリュだったりとかベージュとうまくこういうディープブルー合わせるといいよなんてことを言ってたり、あとフレームレッドね、綺麗な赤、情熱的な赤を健康的にもいいよっていう話もさせていただきました。そしてね、さっきは言ってませんけどマンダリンオレンジっていうのもね来てましたね。なかなかオレンジを全身にまとう勇気は難しいかもしれませんが、ボトムスだったりとかちょっとした小物バッグだったりで取り入れるのもありでしょう。この方もなかなか素敵ですね。最近ねワンピースとパンツをセットに履くっていうのも結構流行になってたりとかいたします。はい、というわけで簡単にまとめさせていただきました。 L のサイトでは12選ということで、こちらではね、7色程度に収めましたけれども、はい、こんな感じの、流行色でございましたので、ぜひ取り入れてみていただきたいと思います。はい、こんな感じでね今ね、基軸の、白と赤と、ブルーなどをメインに、イエローだったりとかグレーだったりとか、こちらのブラックオールブラックの話もさせていただきました。合計でいうところの7色、はい、ブルーはディープの色とアイスブルーとあるというような話をしましたけれども、うまくねこの春夏ずっと濃い色が続きましたよね。ブラウンだったりとかね、ダークグレーだったりとかオリーブグリーンとかが続きましたので、ちょっとね鮮やかな、春夏迎えてみたいと思います。いかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックススタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。